報道関係者の皆様、大変お待たせいたしました。ただいまよりグリーン×デジタルコンソーシアムの記者会見を開始いたします。本日は対面会場並びにオンラインにてご参加をいただきまして誠にありがとうございます。進行役はグリーン×デジタルコンソーシアムの事務局を務めております電子情報技術産業協会の吉田が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは早速本日の出席者をご紹介させていただきます。まずグリーン×デジタルコンソーシアム見える化ワーキンググループ主査日本電機株式会社環境品質統括部シニアプロフェッショナルの稲垣浩一です。同じく見える化ワーキンググループ副主査ルール化検討サブワーキンググループリーダーみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社サステナビリティコンサルティング第2部次長の柴田正彦です。同じく見える化ワーキンググループ副主査データフォーマット連携検討サブワーキンググループリーダー富士通株式会社総務本部環境統括部環境デザイン部部長の永宮拓也です。続きまして実証フェーズ2チームプロジェクトマネージャー富士通株式会社サステナブルトランスフォーメーション事業部シニアマネージャーの塩入裕太です。本日は当コンソーシアムが取り組みましたサプライチェーン CO2 データ見える化に向けた企業間 CO2 データ交換の実証実験に関する成果を発表させていただきます。順に説明をさせていただきまして最後にまとめて質疑応答とさせていただきます。それではまずは稲垣さんご説明をよろしくお願いいたします。はい、ただいま紹介に預かりました NEC の稲垣です。よろしくお願いいたします。これから成果発表ということで、各リーダーの方を含めてですね、順番にご説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。順番はこちら今紹介のあった通りの順番で進めさせていただきます。ではじめに私の方からですね、この活動の背景に関わるところについて少しお話をさせていただきます。このサプライチェーンの CO2 に関して、皆さんもスコープ1、2、3、サプライチェーン全体の排出というところはもうよくご存知だと思います。で、ここの算定に関して、今、どういう課題があるのかといいますと、特にですね、直接排出でないサプライチェーン上流、下流、そこの算定に関しては、基本的には活動量かける排出減単位というような計算をしています。で、ここで主流の算定方法と書いてありますけれども、例えば調達した部品なり製品ですね、そこに関しましては、買ってきた金額とその金額に相当するデータベースの値ですね、これは統計データから持ってきたものとか、学術研究者が出しているような、そういうデータを掛け合わせて算定をしているというのが今、主流になっています。で、その計算をやっているとですね、企業がサプライチェーンの CO2 減らそうとすると、ここにありますように、金額を減らさないと CO2 が減らないというおかしな状況になっております。一方で、今、多くの企業が CO2 サプライチェーン全体で削減するという目標を立てており、サプライヤーの方にもですね、いろいろ削減のお願いをしているというような状況です。サプライヤーが努力をして削減をしてもですね、この計算をやっている限りは減っていかないというおかしな状況になっていますので、この絵の右下にありますように、サプライヤーが減らした分、その実際の CO2 の量をしっかりお客様の方に引き継いで、集計していけないかというようなことを考えております。で、イメージで、表しますと、こちらポンチ絵になっておりますけれども、サプライチェーンでそれぞれの企業間で物のやり取りと同じように CO2 のデータもやり取りすると、かつそれをグローバルで実現する、そういう姿をこのワーキンググループでは目指しております。この課題を感じている企業は非常に多くてですね、この活動自体、最初スタート47社でスタートしてますけれども、やっぱりこういうところをしっかりやっていきたいという会社が多くて、現状で133社まで広がっております。かつ、さまざまな業種の方も参加しておりますし、そういう企業の活動を支援するツールを提供している会社も、やはりそういう仕組みを作っていくのが重要だということで、多くの企業に参加をいただいております。活動自体はですね、2021年11月からスタートしております。最初はこの参加する企業でどういう姿を目指すのかというところをまとめて、一次レポートという形で作っております。
でその一次レポートに沿ってですね、具体的な中身を検討したというのが昨年度になっております。その結果、今日ご紹介する可視化フレームワークと技術仕様の2つが出来上がってきておりまして、それに基づいて実証実験を行ったというような流れになっております。でそれぞれ具体的な検討に関しましては、サブワーキングチームを立ち上げて検討してきております。実際に CO2 をどのように算定していくのかという、算定ルールのところですね、ルール化検討サブワーキングというところと、データをつなぐところをどうやるのかというところで、データフォーマット連携検討サブワーク。でそれ以外にですね、現状、物流に関しても今、検討を進めているところです。今日はこの上の2つのサブワーキンググループの成果、それに基づく実証実験のお話をさせていただきます。で先ほどグローバルでも連携しないといけないというお話をさせていただきましたけれども、これ実は海外でもこういう検討が始まっております。我々2021年11月からということでしたけれども、WBCSD というですね、GHG プロトコルの主催団体の一つが、パクトというイニシアチブを立ち上げて、これ2021年6月からやはり同じような検討をしてきて、先方からですね、こういう検討するんだったら一緒に連携していこうということで、我々活動当初から連携をして進めてきております。で先ほどお示ししましたように、我々のサブワークのアウトプットもですね、やっぱり同じような形でパクト側もルールの話、データ連携の話を進めておりまして、そこと密に連携しながら作ってきているということで、我々の作った内容はグローバルでも十分通用するというふうに考えております。この活動に関してですね、パクト側とも今回の取り組み成果に関してメッセージをいただいております。では、これからですね、その具体的にどういうルールを作ってきたのか、どういうデータ連携の仕組みを考えてきたのか、そしてどういう実証実験をやって成果が出たのかといったところを順にお話ししていただこうと思います。まず、ルールのところ、CO2 可視化フレームワークについてということで、みずほリサーチ&テクノロジーズの柴田様にご説明をいただきます。今ご紹介いただきましたみずほリサーチ&テクノロジーズの柴田でございます。よろしくお願いいたします。私が担当しましたのは、ルール化検討サブワーキングという作業部会でして、この中で CO2 可視化フレームワークという CO2 の可視化、見える化の計算方法のフレームワーク文書、こういったものを作ってまいりました。本日はその概要をご説明したいと思います。先ほどの稲垣主査の絵でいくとですね、3つのサブワーキングがある、その一番上のサブワーキングでございます。で CO2 可視化フレームワークというものを今回作りですね、公表させていただきました。そして、実証でもこのルールを使っていただきました。これは一体何なのかと申しますと、デジタル技術を用いてサプライチェーン全体でのデータ交換、このデータ交換が行われる CO2 データというものについて、交換の前にまずこれは、計測されて算定されなければいけませんし、交換する際にどういうデータ項目を揃えてですね、データ品質などを示していくかという共有方法を検討する必要があります。この丸1算定方法、丸2共有方法、主にデータ品質にかかる情報の開示事項を決めていく、こういったものを規定したのがこの CO2 可視化フレームワークでございます。利用者としてはですね、サプライヤー企業様がですね、バイヤーの企業様向けに CO2 データを計算するときに使っていただく、あるいはサプライヤーからデータを受け取った側のバイヤー企業さんがですね、そのデータの分析、解釈に使うということもあろうと思いますし、こういった両事業者の間を取り持つソリューションの企業様、あるいは値の正確性をですね、検証する検証会社さんなどにも使っていただこうということを考えているものでございます。で、一つですね、CO2 の可視化については、どの水準の、精緻さを求めるかという話題が必ず出てきます。で、今回に関してはですね、同一のサプライヤーが作る製品が、毎年毎年だんだんパフォーマンスが、CO2 パフォーマンスが良くなっていく、それが測定できるレベルを目指そうということにしております。その意味では、異なるサプライヤー間の製品の CO2 データをですね、必ず比較できますと、そこを保証するものではございません。ただし、そこをですね、そこは一種企業側がリスクを取って行うところですので、私たちとしては排除はしきれないというような位置づけにしてございます。で、この
サプライチェーン、スコープ3で言えば上流ですね。ここのデータを先ほど稲垣記者のお話でもありましたけれども、二次データを使うのではなく、サプライヤーの一次データを使って計算していこうという話は、実はもう10年以上前から議論に上がって様々な試行が行われてきました。しかしなかなか難しい、多くの課題困難にぶつかってきました。で、今回の私たちの CO2 可視化フレームワークは、こうした過去のですね、挫折であったり困難であったり、こうしたものをもう一度見直して一定程度その克服の道筋を示せたものだというふうに自負しております。ではどのようなことを目指したかというと、6つの観点ございます。1つ目はですね、この CO2 データを作るとき、サプライチェーンはグローバルですので、日本だけのルールではいけない、海外で通用するものにしなければいけないということがあります。で、2つ目なんですけれども、サプライチェーンに参加する企業様というのはいろんな方たちがいらっしゃいますので、この国際対応とどうしてもここは相反的になってしまうんですが、あまり難しいことを求めすぎると参加できる人々が減ってしまうという問題があります。3つ目は一次データというサプライヤーさんにとっての実際のデータを使うんですけれども、これを促進すればするほどですね、表には出したくない、秘匿したいデータが漏洩するリスクが高まります。ここを何とかしなければいけません。4つ目は、この一次データを出してくださいということをサプライヤー様にお願いしたときですね、もしもサプライチェーンを遡っていくときに、どこかでちょっと我が社は対応できませんという方がいたときに、そこでデータの訴求が止まってしまうということになると、実はこれスコープ3の算定としては不十分ということになります。ここをどうしよう。結論から言えば、一次データ提供に参加しないサプライヤーさんがいたときにどうするのかというところも検討してまいりました。で、5番目は既存のスタンダードとの共存でして、この CO2 の可視化に関しては様々なルール内外にございます。それらに対してまた新たなものを一つ加えて、いわばスタンダード争いをするのか、あるいはうまく共存するのか、これは共存でございます。その共存の考え方も整理いたしました。で、最後の6番目は非常に高度なところで、パクト側も評価してくれているところですけれども、実はデータ秘匿、データ漏洩を防ぐようなデータ交換をするときにはですね、少し分析しにくいデータの形で下流に提供することが増えてまいります。あまりにも分析できないと、いいデータをもらった意味がなくなってしまいますので、一定の分析可能性を追求するというところ、今回私たちは日本独自の工夫として、ここは取り行ってみた次第です。それぞれご説明いたします。まず国際的に通用するルールにしようというところでは、おそらくこの分野ですね、スタンダードになっていくであろう WBCSD パクトのパスファインダーフレームワークと、内容的に連携する形をとってございます。ただ、じゃあこれパスファインダーフレームワークを和訳して、配ればいいじゃないかというと、実はそうではないんです。それが次でして、多様な事業者の参加を可能にするには、パスファインダーフレームワークだけではこれは難しいなというのが私たちの直感でございました。このポンチ絵はですね、このスライド18のポンチ絵は情報量が多くてですね、説明が難しいんですが、まず大きく2つの円があるということをご覧ください。外側の円、内側の円。今回の CO2 可視化フレームワークは、内側の円のベン図はですね、きちんとこの可視化フレームワークが提示した推奨される算定方法で計算された CO2 データの集まりと思ってください。その外側には、この CO2 可視化フレームワークを使ってない、もともと昔からある LCA のスタンダードであったりですね、計算ルール、業界ルールでやったよという方たち、この外側の方たちも排除しませんという発想をとっております。この外側の方たちに関しては、データ品質の情報をきちんと出していただければデータ交換十分 OK にしましょう。そして、さらに内側、より高度な計算をしたい方たち向けにガイダンスをこの可視化フレームワークの中で用意しましたし、この次でご説明しますが、製品一個一個あたり、製品単位でデータを作っていくという製品レベル算定の場合については、パスファインダーフレームワークと同等水準、日本の状況に合わせて少し詳細化しておりますけれども、これをご案内するということにしております。すなわち、今取っている計算方法のままでも参加できます。そして推奨する方法を使えば国際的に通用する水準にもいけますという段階を示すことで、幅広く参加でき、そして最上級にもいけるというところを目指したというところです。
で、次もですね、これ幅広い参加を促すための工夫でして、この CO2 データを作るとき、取引される商品そのものについてですね、製品に関わるデータを一個一個集めて作る製品レベルのデータ算定の方法もあれば、組織単位で計算されるスコープ1、2、3のデータを取引単位、あるいは製品単位にですね、分解して、使っていくという考え方もございます。パスファインダーフレームワークはこの左側でございます。で、私たちはパスファインダーフレームワーク素晴らしいと思いつつですね、右側は実は実務の世界では結構幅広く行われてますので、ここもありにしていこうというふうに考えた次第です。前のページのですね、2つの円、上下にスパッと分かれているのは、この上側が製品レベル、下側が組織レベルでデータを作った時と、両方含めた非常に包括的な枠組みで今回方法論を作ってきたというふうに受け取っていただければ幸いでございます。そして3番目です。一次データを使ってでもデータ漏洩しない形にというのは、これは単純でございまして、CO2 の計算結果とその品質情報だけ、この絵でいうと右側のアウトプット情報だけを出していきましょうということにしております。取得したい情報は主にインプット、どんな原料をどれぐらい使って、どのぐらいエネルギーを使ったかというところですね。で、こちらは出さなくていいですよということにしております。ただこうなってくるとですね、データ品質が分かりにくいところもありますので、一次データをどれほど使ったかという一次データ比率というこういったインジケーターもですね、交換していこうという形にしております。この一次データ比率の定義はパクトと揃えてあります。そして既存のスタンダードとの共存でございますけれども、飛ばしちゃいました。飛ばしてないですね。こちらはですね、既存のスタンダードを尊重します。この絵もちょっと分かりにくいんですけれども、例えば、中段ですね、ISO14067 のような製品のカーボンフットプリントの国際規格、こういったものを当然使っていただいて構いません。その上には PCR、プロダクトカテゴリールール、製品のカテゴリーごとに作られた特化した CO2 の算定ルール、これももちろん使ってくださいと。ただし、サプライチェーン上でデータを交換するときには、バウンダリーを揃えたりですね、いくつか条件を設定する必要があります。その追加的な条件については、これはパスファインダーフレームワークさんの絵なので、パスファインダーフレームワークを使ってくれとあるんですが、同じように日本では、この付け足しの部分、CO2 可視化フレームワークを補助的に使ってですね、サプライチェーン上で交換できる形のデータに仕上げてくださいという、こういう考え方でございます。ですので、共存しつつ、補位的に使っていただくというのが、このフレームワークの発想でございます。で、最上流までカバーという点ですね、これは10年前から一次データを使おうという時に必ずぶつかった壁でございます。サプライヤーさん1社がですね、我が社はじゃあ一次データで計算してデータ提供しますと言っても、その一つ上の、例えばティア1からティア2に移った時、ティア2のサプライヤーさんが我が社はまだ一次データは無理ですねとなってしまうと、そこでデータ訴求が止まってしまいます。ここの解決方法はどうしたかというとですね、基本的には、例えばこれまず A 社さんというティア1サプライヤーが一次データで CO2 計算しますというときは、まず G2G とあるのが、いわゆるスコープ1、2に当たるところ、A 社さんの自社で出る排出量、直接的に出てくる排出量をきちんと計算していただいた上で、上流の BC、D 社さんからデータが来なくてもですね、B 社さんから購入した物品やサービスについて二次データを掛け合わせる、調達量に二次データを掛け合わせることで上流を推計するというやり方を取っていただきます。すなわち二次データを使って良いということにしております。上流まで訴求するためですね。で、やがて B 社さんが一次データに参加したら、B 社さんもまず自分たちの、ゲートトゥーゲート、スコープ1、2に当たるところの排出量をしっかり出していただき、上流については調達量にを使ってですね、二次データを使って推計していただいて構わない。こういった一次データの世界と二次データの世界の混在、併存を許すことで、インクリメンタルに段階的に一次データのゾーンが増えていくという考え方を取りますので、全員が参加してくれないと一次データの連携はできないよとならないような発想になってございます。で、ある程度データ分析を可能にするというところ、これもちょっと情報量の多い、チャートでございますけれども、これは下側からご覧ください。D 社さんが自社のデータを計算して、CO2 データを計算して C 社さんに渡すと。で、C 社さんはこれを受け取り、自分たちの G2G、自社の排出量と合わせて B 社さんに今度渡していくという理想のデータ連携が成り立ったときに、この
D 社さんの CO2 というものは D 社さんの社名を秘匿して、そして CO2 の値だけという形で下流に引き継がれていくという形を今回私たち提案しております。誰のデータかは分からない、しかしティアどの階層かは分かる、そして排出量も分かるという形で、そのデータ分析、どこに大きなホットスポットがあるのかが分かるということを目指しております。これをやることでですね、実は A 社さんが最終的には自分たちの排出量を全部上流まで含めて1個の値で渡していくというのがパスファインダーフレームワークの発想なんですが、こうするとあまりにも分析できませんので、私たちはこうした社名を伏せる形で、今回であればこれ4社のサプライヤーさんがいます。この4社それぞれのデータが見えるような形でも誰かは分からないような形というふうに考えた次第です。お話ししたいことはまだたくさんありますが、ひとまずこういったですね、方向感を持ってフレームワークを作りまして、実証を行っているというところです。改めて意義といったものをですね、整理すると、位置データを用いたサプライチェーン上のデータ連携、これをこれまで阻害していたのは、1番、日本ルールだけではダメですと、国際的に通用するものでなければいけない。2番、国際的に通用するルールだけでは難しい、乗れないという人のために入り口になるような、入門のような、算定方法も認めていく。ただしデータ品質は示してということで、間口を広げました。で、3番目は一時データを使ってくださいと、それをそうですね、促すための一時データ比率というインジケーターを入れると同時に、出力だけ、アウトプットのデータだけをお渡しすることで秘密情報の漏洩を防ぐ考え方も明確にしました。4番目は一時データを提供しないサプライヤーさんが登場しても最上流までのデータ訴求が途切れないような考え方、一時データと二次データの共存ということを提唱しております。で、5番目は既存のスタンダードと喧嘩しない、仲良く共存して補い合うという発想を取ったこと。で、6つ目は、ホットスポット分析、どこに大きな排出量が、あるかというところを、やや情報は限られますけれども、いろんな情報を守りつつ、この大事な分析情報を提供するというところまで、進んだというところでございます。いくつか大きな困難をですね、この方法論で私たちは克服できたと考えておりまして、今回の実証でですね、どこまでこれがうまくいったかというところを検証したというふうにお考えいただければ、受け止めていただければ幸いでございます。私のご説明以上となります。次はですね、こうやって計算された CO2 データを連携していくための技術使用書について、こちらのサブワーキング担当の富士通の中宮さんにご説明いただこうと思います。ありがとうございました。はい、ただいまご紹介いただきました、富士通の長宮です。私の方からですね、データ連携のための技術仕様というものを今回作らせていただきましたので、そちらについて、簡単にご紹介させていただきたいと思います。はい、こちらですね、最初の、体制図ので言いますと、データフォーマット連携検討サブワーキング、真ん中の、サブワーキングで作ったものになります。メンバー企業20社さんいらっしゃいました。こちら、の皆さんと協力してこういったものを、今回初めて、公開させていただくという形になりました。技術仕様とは何ぞやというところが、こちらの表になります。簡単に言いますとですね、共通のデータフォーマット、CO2 のデータをやり取りするためのデータフォーマットの考え方とその詳細、またですね、それをどういったプラットフォームでデータ連携をするのかというところの考え方を提示する文書となります。共通データフォーマット、先ほどですね、柴田様の方からお話ありましたが、CO2 可視化フレームワークの内容で計算されたものをどう扱うのかということになりますので、そちらの内容に基づくデータ項目となります。ただ、その中でどういったフォーマットにすれば国際的なもので、グローバルにも通用し、また中小企業の皆様にも使ってもらえるようなものに、ではどういうものなのかということを、我々の方で考えまして作ったものとなります。またですね、データ連携プラットフォームにつきましても、同じようにグローバルでの連携、またサプライヤー様の中にはですね、いろんなレベルの会社さんがいらっしゃると思いますので、
そちらの中でですね、中小企業、ICT が進んでないような中小企業でも使えるようなプラットフォームというものは何なのかというところも、我々の方で考えさせていただきました。こちら簡単に結果だけ書かせていただいておりますけれども、そういったことを考えた上でですね、共通化するのは、一番上のデータフォーマットだけにしようということを決定させていただいております。とはいうものの、世の中にはですね、もうすでに見える化のソリューションというのは、十何社もいろんな会社さんがもうご提供されているというところの現実もありますので、そういったソリューションをつなぐためには、何らかの接続のモデルを考えていかなければいけないということがあります。それもありまして、こちらの技術仕様の中では、一例としまして API の接続モデルというものを採用させていただきまして、そちらの技術仕様ということを簡単に記載させていただいております。これを用いて今回我々の実証をさせていただいております。はい、先ほど来お話しさせていただいてます通りですね、統一データフォーマット、共通データ連携プラットフォーム、どちらもですね、国内外にさまざまなプラットフォームであったり、既存の共通データフォーマットというものが存在しております。それらがどういったものなのかというところを我々の方でも一つずつ調べて、またですね、それと先ほど我々がですね、グリーン×デジタルコンソーシアムとして開示すべき項目というものを CO2 可視化フレームワークの方で提示させていただいておりますので、それとどう違うのかというのを一つずつ見ていき、それをどう共通フォーマットに落としていくのかということを検討させていただいておりました。具体的にはですね、次のページから紹介させていただきます。まずグローバルに通用するものというところでポイント丸1として書かさせていただいております。基本的にはですね、一番最初の稲垣様のお話にもありました通り、我々パクトがイニシアチブを取っていくと思っておりますので、パスファインダーフレームワークに基づく技術仕様でありますパスファインダーネットワークというものに合わせたデータ項目であること、またその API 仕様を活用していこうと、できるだけ活用していこうと考えております。具体的にはですね、上2つの部分ですね、CO2 データに関するデータ項目であり、データ連携仕様というところはパスファインダーネットワークに基づいて、こちらパクトとも連携させていただいておりますので、こういったところと整合を取れたような項目とさせていただいております。またパクトにない部分で可視化フレームワークで記載されているものに関しましては独自項目としてパクトに似たような項目というような形で同じようなデータフォーマットを定義させていただいております。またですね、中小企業の皆さんでも使えるようなものというところがポイントの丸2になります。こちら柴田様のお話にもありましたが、製品レベル算定と組織レベル算定というものがあります。製品レベル算定というところはかなり細かいデータが必要になってくるということもありますので、なかなか中小レベルの企業の方ではなかなかいきなりやってくださいというのは難しいのではないかと思っております。それも含めまして組織レベル算定というところも流通可能なフォーマットにすべきという議論をさせていただきまして、この赤の点線の部分ですね、これらを流通できるようなフォーマットというものを整備させていただきました。具体的にはですね、こういったデータ項目になります。先ほどポイントとなるところということで可視化フレームワークの中でも話がありましたが、製品レベルのカーボンフットプリントの量であったり一時データ比率というところはこういった形で定義させていただいております。でこれによりですね、共通のデータフォーマット、そのための算定ルールというものが出来上がりましたので、それらを用いてこの度実証実験をさせていただきました。その結果につきまして当社ですね、当社の塩入りの方から紹介させていただきます。はい、富士通の塩入です。よろしくお願いします。今回実証実験の成果について実証参加チーム代表しまして私の方から
実際実証に取り組んだ内容ですとか、それによって得られた成果、課題、そちらを紹介させていただきます。実証ですね、こちらに今表示をしていますとおり、見える化ワーキングの中から有志のメンバーを募りまして、その各社様のご協力を得ながら、本日この場で発表させていただくような成果が出せたというふうに思ってございます。合計30社を超えるような企業様にご協力をいただいております。この場をでも改めてごアピール、御礼ですね、差し上げたいと思います。はい、実証フェーズの対象ということで、我々2つのフェーズに分けて実証を行ってきています。上、黒い文字になりますけれども、CO2 見える化ソリューションの提供企業ですね、そちらを主体とした技術実証というのをすでに実施をしています。こちらについては1月末までに実施も終わっておりまして、すでに報告というのもウェブサイト上ですね、掲載をしております。で、本日、主にご紹介をさせていただくのが、その下、赤文字の部分、フェーズ2の実証ということになります。これにつきましては、ソリューションの提供企業だけではなく、実際のユーザー企業さんにも入っていただきながら、この前段ですね、ご紹介を差し上げた算定方法、さらにはそのデータの流通、そういったものが社会的に使う場合にですね、実施できるのか、どんな課題があるのか、そういったところの検証をみんなでしてきているというような内容になっております。実証の目的ということで表示をしております。今回主に3点ポイントとして確認をしてきております。1点目としましては、冒頭柴田の方からですねご紹介を差し上げたユーザー様での CO2 算定、こちらを可視化フレームワークにのっとってできるのかどうかというのをユーザーさんに確認をいただいたということになります。で、2点目、複数ユーザー企業のデータ交換ということで、こちらはソリューション提供ユーザー、ソリューション提供の企業ですね、その提供しているソリューションも使いながら、実際にユーザーさんに使っていただいて、算定したデータ、それを一時データとして、サプライチェーンの次の企業に受け渡すことができるのかというのを実際ソリューションの上でやっていただいております。で、最後3点目、サプライチェーン全体での活用の検証ということで、それぞれ渡ってきたデータ、どのように評価ができるのか、そういったところを確認したということを実施をしております。実証で実施した内容の概要になります。絵で表現してますが、少し皆さんにもイメージをしていただきながら見ていただけるとありがたいなと思います。スライド向かって、右手側ですね。ティアゼロ役ということで、ティアゼロ完成品メーカーですね、製品を作っている企業ということで、今回の実証ではパソコンを題材に仮想のサプライチェーンということで組ましていただいております。で、完成品メーカーの方、中間部材ですねを作っているティア1のメーカー、ティア2のメーカーと、それぞれ参加していただいたユーザー企業さんを割り当てながら、それぞれの役にのっとりまして、自社の工場のデータ等々を使いながら、自社の CO2 排出量を算定していただく。この図でいきますと、上側ですね、赤い吹き出しありますけども、GHG プロトコルスコープ1に算定をします自社の排出量というところを実際に CO2 可視化フレームワークを見ながら算定をしていただくということになります。で、そこからですね、右手側に順々にそれぞれの部材の一時データを渡していくということで、最終的には緑とオレンジ、黄色ですかね、の色の最後吹き出し出てますけども、一時データの比率をだんだん高めていくというところを実践してみたというような内容になってございます。で、実際に実証実験に参加いただいた企業の皆様の一覧になります。今回実証フェーズ2では32社ご協力をいただいております。これらの企業ですね、それぞれティア0からティア2、あるいはどのユーザーとどのソリューションを紐付けるのか、これら事務局の方で割り当てをさせていただきながら実際実証を進めてきたということになります。こちら詳しい企業の名前割り当てにつきましては、本日報告書を上げておりますので、そちらも合わせてご参照いただければなというふうに思います。こちらの実証6ヶ月強ですねの期間をかけて実施をしてきております。1月から実際実証の計画を立てながら2ヶ月、1ヶ月、2ヶ月とそれぞれ実証3つのフェーズに分けながら進めてきております。これらの3つの内容につきまして少しだけ詳細をこの場でご報告させていただければなというふうに思います。まずは実証の1と
としまして、ユーザー企業単体での算定の実証というのを行ってきております。こちら、先ほど申し上げました通り、各社ユーザー企業にて CO2 可視化フレームワークを参照しながら、実際自社の工程ですねを見ながら、どういったプロセスを算定すればいいのか、このデータは使っていいのか使ってはいけないのか、そういったところを判断いただきながら、事務局にも問い合わせをいただきながら実際に算定をしていただいたというようなことになっております。いろいろこの中で出てきた課題等々最後にまとめてはおりますけども、一定参加の皆様無事この CO2 可視化フレームワークを使いながらですね算定ができたということかなというふうに評価はしております。次に実証2ということで、実証1で実際に算定した値ですね、そちらをティア2役の企業からティア1役の企業にソリューションを使いながらデータを流通交換をしたということになります。でここでのポイントとしましては、ソリューション企業今回十数社参加してますけども、それぞれ異なる企業間でのデータ連携というところを成功しているということになります。ですので、一社の中ではこれまでできていた内容かもしれないですけども、それをソリューション提供企業をまたいでできたというところでは、非常に今回新しい取り組みだったのではないかなというふうに考えております。で最後ですね、実証3、サプライチェーン全体での実証ということで、ティア1、ティア2それぞれで算定した値、部材の CO2 排出データを完成品メーカーまでつなぐというところを実際に行っております。この値自体に意味はありませんけども、総排出量1データ比率というものがですね、今回無事完成品メーカーのところで確認ができたということになってございます。はい。で、実際どのように活用ができるのかというところでですね、こちら先ほどもありました、ゲートトゥゲートの値を足していこうと、日本独自の仕様になるかなというふうに思っております。従来、クレードルトゥゲートという見方で言いますと、完成品メーカーが見える値というのは一番右側だけになるというふうに思っています。製品排出量の中で1次データがこれだけです、2次データがこれだけです、あとは総排出量がこれまでしかありませんというところまでがこれまで見えた範囲なのかなというふうに思っています。でこれに対して各社それぞれどれぐらい出しているのというのを出してみると、真ん中の表のようにですね、それぞれの値の大きさ、あるいはそれに占めている1次データの割合、2次データの割合というのが見えてくると思います。こう縦に並べていただきますと、単純に I 社が多いよねというところが見えますので、I 社がじゃあ減るのかというと、これは冒頭稲垣からありましたように、じゃあ調達量を減らせばいいのということになりますねと。なので多分そうではないんだろうなということが実は見えたりします。ですので、1次データ比率、1次データをちゃんと取ってくださいというお願いをしていくのか、あるいはすでに1次データが取れているところの実態をさらに減らしていくというところをお願いしていくのか、そういったところがそれぞれサプライチェーン、重つなぎにつながっていくということで、実際サプライチェーン全体で CO2 排出量を下げていくということができるようになるのではないかなというふうに考えております。実証結果ということで、それぞれの実証から出てきました各社のコメントというのを並べております。詳細はこの場では割愛しますけども、実際今回 CO2 可視化フレームワーク、あるいはデータ流通フォーマット等々を使いながら実証をやっていく中で、もう少し細かいガイダンスが必要だろうですとか、そういった品質面ですね、そういったものに対する ICT 的な手当というところが必要だろうというようなところが見えてきております。はい、私からのご紹介、最後になりますけども、実証の成果とまとめというスライドになります。今回32社参加という大規模での実証実験ですね、こちらについて当初の目的をすべて達成できたというふうに考えております。これは引いては下の3点ですね。CO2 可視化フレームワークに基づく製品レベルまたは組織レベルでの CO2 算定ができたという部分、データ連携のための技術承認に基づくサプライチェーン上流企業からの一時データを取得できたというところ、そしてエンドユーザー企業における CO2 排出量削減のための継続的な改善に向けた活用ができそうだというところは見えてきたという部分になります。
で今回、2点目に書いていますけども、ゲートトゥゲート、最後イメージ見ていただきました細かく数珠つなぎにしている部分ですね、あそこについては日本の独自仕様ということで、今実証を進めさせていただきまして、パクトへの反映の打診提言というのもしているところでございます。パクトそのものに入ってくるのか、我々の特別仕様ということで載せていくのかということはまた今後検討になってくるかなというふうに思っています。で、今回ですね、データ課題等々も含めながら今後社会実装に向けた取り組みというのを進めていきたいというふうに考えております。はい、最後ですね、今後の計画をもう一度稲垣さんからご紹介をいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。かなり情報量が多かったのでなかなか理解が追いつかないところもあるかもしれませんけれども、このような実証をやった中で、我々こういう成果が出ましたので、今年度どういうことをやっていこうかというところを書かせていただいております。ここで A 軸 B 軸と書いてありますけれども、 A 軸、この今日ご紹介したようなフレームワークと技術仕様、これをですね、このワーキンググループだけではなくていろんな業界に広げてどんどん活用していっていただきたいと思っています。そのための取り組みをしっかりやっていきたいと思っています。で B 軸の方、これパクトもそうなんですけれども、どんどんバージョンが変わってきますし、世の中いろいろこういうルール動きがございます。そういうのを適切にですね、タイムリーに反映して、常に最新の情報にしていきたいということ、これをですね今年度はしっかりやっていきたいというふうに思っておりますので、また今後の活動をご期待いただければと思います。はい、以上になります。ご清聴ありがとうございました。